今回は関東風、関西風2種類の桜餅を作っていこうと思います。どちらも簡単に作れますので、ぜひ試してみてください。まず桜の葉の塩漬けの塩抜きをします。桜の葉は保存のために塩に浸かっているので、水につけ余分な塩気を抜いておきます。関東風の桜餅を作ります。白玉粉 10g をボウルに入れ、水 20ml で溶きのばします。白玉粉は少量の水で溶きのばさないとダマになってしまうので、しっかりと溶きのばしてください。次に上白糖 30g、 薄力粉 50g、 食紅をほんの少し、水 50ml、 こちらをボウルに加えよくかき混ぜます。丁寧に作るなら食紅はあらかじめ溶いておいた方がいいですが、これでも十分混ざるので大丈夫です。もし色が薄い場合は足してください。最後に水 30ml を加え、生地の硬さを調整します。これで生地の完成です。ダマが気になる場合はざるを使ってこすと滑らかな生地になります。テフロン加工のフライパンを温め、濡れ布巾にのせて粗熱を取ります。火を弱火にして生地を流し入れます。生地は作った量のだいたい8分の1流し入れます。流したらお玉の底で薄く楕円に広げます。これを焼き色がつかないように弱火で加熱します。ちなみにこの関東風桜餅は別名長命寺とも呼ばれています。今から約300年前、1717年に山本新六という人が長命寺というお寺の門前で桜の葉の塩漬けを使った和菓子を売り出したのが由来と言われています。一方、関西風桜餅は道明寺という名前で呼ばれています。これは道明寺というお寺発祥の道明寺粉という粉を使っているからです。別々の発祥の桜餅が同じようにお寺の名前がついているのは面白いですね。生地が焼けたら乾かないように布巾で挟んで保存しておきます。続いて関西風の桜餅を作ります。ボウルに道明寺粉 100g、 上白糖 30g、 食紅をほんの少し加えます。水 170ml を注ぎ、ざっくりと混ぜ合わせます。色が薄ければここで足してください。ラップをして電子レンジ 600W3 分で温めます。レンジから出すときは熱いので気をつけてください。ラップをしたまま10分蒸らします。10分したらラップを取り、軽くこねるように混ぜ合わせます。これで2種類の生地が完成しました。水につけておいた桜の葉を取り出し、水気を除いておきます。あんこは1つ 20g になるように計量し丸めておきます。関東風の桜餅用に俵型のあんも作っておきます。関東風の桜餅の仕上げです。俵型にしたあんこを生地でくるくると巻きます。仕上げに桜の葉を巻いたら出来上がりです。本当はもう少し桜色の生地を
葉っぱより大きく作ってはみ出てるぐらいの方が綺麗なのですが、食べやすいように少し小さめに作っています。続いて関西風桜餅の仕上げです。蒸しておいた道明寺粉を8等分にし、水をつけた手に取り広げます。あんこをのせ包みます。形を整えて、最後に桜の葉で包んだら出来上がりです。手水はしっかりつけないと生地がくっついてしまうので、しっかりとつけてください。桜の葉はデコボコした方が中に来るように巻いてください。これで桜餅の出来上がりです。ちなみに桜の葉は保湿と香り付けが目的なので、外して食べてもいいですし、つけたまま食べてもいいそうです。桜の葉が足りない場合や桜の葉が大きすぎる場合は、桜の葉を半分に切って使っても大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。